皆さんこんにちは。こちらは JBL J216 Pro Mark II です。発売は1986年。当時の定価は33,000円でした。比較的安価な JBL です。当時は小型で良い音が出るスピーカーとして人気がありました。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。16.5 センチのバスレフ型です。クロスオーバー周波数が高めです。16センチならこの半分くらいでつながないと指向性に不連続ができる場合があります。能率は若干低めです。これは低音を出すためでしょう。許容入力の 60W は音楽の場合です。制限波の連続入力ではこの半分くらいになります。前回はこのスピーカーを分解して修理する様子をご覧いただきました。今回はこのスピーカーを測定して80年代の JBL サウンドを明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは正面の周波数特性です。クロスオーバー付近がデコボコしていますが、おおむねフラットです。左右の個体差もほとんどありません。低音は 70Hz から出ているので不足を感じません。このスピーカーの音は赤い線のように聞こえます。若干のうねりがあります。中域が下がって高域が強調されているので、ロックやポップスに合いそうです。指向性を見ていきます。角度による音色の変化が少ないスピーカーです。指向性の不連続も見当たりません。優秀です。こちらはシステムのインピダンス特性です。バスレフが効いていますが、効果は控えめです。ポートがフロントにあるので、バスレフが目立たないようにしたのでしょう。歪みを見ていきます。1% のラインがクリアに再生できる目安です。きれいに再生できる限界は 1W、5% まで許容して 8W です。このスピーカーは 60W まで入ると言いますが、歪みが大きくなるので音質は期待できません。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は原音です。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はこのスピーカーの音です。80年代の JBL サウンドはどんな音だったのか。それではお聞きください。
古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。全体的に安く作られていて性能も良いとは言えませんが、元気の良いサウンドが楽しめるスピーカーです。大音量で聞くと80年代に耳にした JBL サウンドを思い出します。エッジに劣化しにくい素材が使われていて、40年過ぎた今も問題なく使えます。このスピーカーは中古市場に大量にあって安く手に入りますが、ツイーターのフランジが割れているものがほとんどです。これについては補修のめどが立ちましたので、興味のある方は前回の動画をご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。